皆さんこんにちは。うさぎちゃんの日本語カフェへようこそ。店長のうさぎです。この番組では日本語学習者の皆さんにわかりやすい日本語で文化や日常をお届けしています。皆さんこんにちは。常連客の拓也です。うさぎ店長、今日もコーヒーを一杯お願いします。かしこまりました。どうぞ。拓也さん、先週末は何か楽しいことがありましたか？実は大学時代の友人たちと久しぶりにホームパーティーをしたんです。とても楽しかったですよ。それはいいですね。日本のホームパーティーはリラックスできて楽しいですよね。今日はそのお話をしませんか？賛成です。リスナーの皆さんも日本人がどんな風にホームパーティーをしているのか興味があると思います。日本のホームパーティーの一番の特徴は少人数という点かもしれませんね。そうですね。欧米のパーティーのように何十人も立って話すスタイルは日本ではあまり見かけません。だいたい4人から6人くらいで座ってゆっくり話すことが多いですね。アットホームな雰囲気が好まれます。今回の私たちのパーティーも友達の狭いアパートに5人で集まりました。ずっとおしゃべりしていましたよ。日本の家はあまり広くないので、それがちょうどいい人数なんですよね。拓也さんたちは何を食べたんですか？今回はタコパをしました。たこ焼きパーティーのことです。日本のホームパーティーの定番ですよね。タコパは盛り上がりますよね。みんなで丸い生地を竹串でくるくる回して焼くのが楽しいんです。はい。料理を作る工程自体が遊びみたいになるんです。タコ以外の具材を入れるのも面白いですよ。タコの代わりにチーズやウインナー、お餅などを入れるんですよね。拓也さんは何を入れましたか？いろいろ入れましたが、一つだけわさびをたっぷり入れたんです。いわゆるロシアンルーレットですね。誰がそのわさび入りのたこ焼きを食べることになるか、運試しのゲームですね。誰が食べたんですか？私です。食べた瞬間、涙が出ました。でもみんなで大笑いして、いい思い出になりました。それは大変でしたね。でもタコパならではの楽しいエピソードです。冬になると鍋パも人気ですよね。はい、鍋パーティーですね。テーブルの真ん中にコンロを置いて、みんなで野菜や肉を煮込んで食べます。スーパーに行くといろいろな味の鍋のスープが売っているので、準備がとても簡単なんです。うさぎさんは最近どんな鍋パをしましたか？先月、友達と持ち寄りのスタイルで鍋パをしました。持ち寄りというのは一人ずつ何かを持ってくることです。英語のポットラックと同じですね。ホストの負担が減るからよくやれスタイルです。ただその時は野菜を適当に持ってきてとだけ約束したんです。そうしたらハプニングが起きました。ハプニングですか？誰かが野菜を忘れたんですか？いいえ、全員がキノコを買ってきたんです。しいたけ、えのき、しめじ、テーブルの上がキノコだらけになりました。それはすごいですね。お肉や他の野菜がないキノコ鍋になってしまったんですね。はい、笑いが止まりませんでした。それからは事前に誰が何を持ってくるかをしっかり相談するようにしています。ホームパーティーの失敗談ですね。でもそういうのも後から思い出すと楽しいですよね。本当にそうですね。日本人はホストが全部の料理を作っておもてなしするより、みんなで一緒に作るのが好きかもしれません。ええ、料理を作らない時はピザやお寿司をデリバリーしてみんなで割り勘することも多いです。割り勘というのは、かかったお金を人数で平等に分けることですね。これならお互いに気を使いません。居酒屋やレストランと違って家だと時間制限がないので終電までゆっくり話せますしね。ええ、美味しいものを食べながらリラックスした空間で絆を深められるのが日本のホームパーティーの魅力ですね。そうですね。リスナーの皆さんも日本人の友達ができたらぜひタコパや鍋パを一緒にやってみてほしいですね。さて、美味しいご飯でお腹がいっぱいになった後はデザートの時間ですよね。ここで日本の手土産の文化についてお話ししましょう。はい。誰かの家に招待された時、感謝の気持ちとして持っていく小さなプレゼントのことですね。そうです。日本では人の家に行くときに何も持たないで行く手ぶらは少し失礼だと思われることが多いんです。でも何を持っていけばいいか迷いますよね。高すぎるものは逆にホストに気を使わせてしまいますし。
そうですね。だいたい2000円から3000円くらいの食後にみんなで分けられるお菓子や飲み物が定番です。実は昔手土産で失敗したことがあります。見栄を張ってとても大きなホールケーキを買っていったんですが、ホールケーキは見た目は豪華ですが、切るのが大変ですよね。お皿やフォークも必要になります。そうなんです。ホストの洗い物を増やしてしまった上に、冷蔵庫がいっぱいでケーキを入れる場所がありませんでした。それはホームパーティーあるあるですね。だから日本では切らなくていい個包装のお菓子がよく選ばれます。個包装というのはクッキーなどが一つずつ小さな袋に入っていることですね。それなら残っても保存しやすいです。はい。そして手土産を渡すときによく使う言葉があります。つまらないものですがという表現を聞いたことがありますか？アニメやドラマでよく聞きます。これは面白くないものですかと外国の友達に聞かれたことがあります。直訳するとそうですが、本当の意味は違います。素晴らしいあなたに比べたら、この品物は大したことありませんという謙遜の言葉です。相手を立てる日本人らしい控えめな表現ですね。でも最近はお口に合うと嬉しいですがという人も増えましたね。そうですね。その方が今の時代には自然でポジティブな印象を与えられますし、使いやすいかもしれません。手土産のデザートを食べた後はみんなでどうやって過ごしますか？お酒やコーヒーを飲みながらゆっくり話すことも多いですが、ゲームをして盛り上がるのも楽しいですよね。はい。先週末のパーティーでは友達の家に任天堂スイッチがあったので、みんなでマリオのゲームをして遊びました。テレビゲームはみんなで熱中できるのでいいですよね。私は最近トランプやボードゲームにハマっています。電源を使わないアナログなゲームですね。ルールが簡単なものなら初めて会った人がいてもすぐに仲良くなれそうです。先月は友達と UNO をやったんですが、それぞれのローカルルールが違っていて面白かったですよ。ローカルルールですか？住んでいる地域やそのグループだけで使われている特別なルールのことですね。はい。このカードを出したら次はこうするというルールが人によって違って、みんなでそんなルール知らないと大笑いしました。それは楽しいですね。ゲーム以外だとみんなで映画を見たり好きなアーティストのライブ映像を見ることもあります。いわゆる鑑賞会ですね。ペンライトを持って本当のライブ会場にいるみたいに応援する人もいますよ。人の目を気にせずに大好きな趣味をシェアできるのも家ならではの楽しみ方ですね。そして楽しい時間が終わって帰る時にも日本ならではのちょっとしたマナーがありますよね。はい、片付けを手伝うことですね。ホストに洗い物やゴミ捨てを全部やらせるのは申し訳ないですから。そうですね。帰る前に自分の使ったお皿やグラスを台所まで運んでゴミをまとめるのが一般的な気遣いです。確かにホストがそのままでいいよ私がやるからと言っても少しだけ片付ける姿勢を見せることが大切ですね。そうやってお互いに思いやりを持つことで、また次も集まろうねという気持ちになれるんだと思います。日本のホームパーティーは準備から片付けまでみんなで協力して作り上げるイベントなんですね。本当にそうですね。リスナーの皆さんも日本人の友達の家に呼ばれる機会があったら、今日の話を思い出してみてくださいね。お土産を持っていくことと少し片付けを手伝うこと、これさえ覚えておけば間違いなしですね。はい、その通りです。それから日本のホームパーティーで海外の方が驚く定番のイベントがありますよね。クリスマスパーティーですね。日本のクリスマスの過ごし方は海外と少し違っていて面白いとよく言われます。海外では家族と静かに過ごすことが多いですが、日本では恋人や友達とワイワイ楽しむイベントですよね。リスナーの皆さんも日本独自のクリスマスパーティーを知るときっと驚くと思いますよ。まず一番の特徴は食べ物ですよね。日本のクリスマスに欠かせないお肉といえば何でしょうか？それは間違いなくフライドチキンです。実は私学生時代にチキンで苦い経験をしたんです。苦い経験ですか？せっかくのクリスマスに一体何があったんですか？予約をせずにクリスマスイブの当日にファストフード店へチキンを買いに行ったんです。それは大変でしたね。当日に買おうとしても
お店の前にはものすごい大行列ができていますよね。はい。1時間以上も寒い中で並んだのに、私の目の前で本日分は売り切れましたと言われてしまいました。日本では有名なチェーン店であるケンタッキーのクリスマス用チキンは1ヶ月くらい前から予約しておくのが常識ですからね。外国の友達には、どうして日本では七面鳥を食べないのと不思議がられました。日本の家にはオーブンがないことが多いですし、そもそも七面鳥をスーパーで売っていないんですよね。そこで、クリスマスにはチキンを食べようという企業のキャンペーンが大成功して、今の文化になったそうです。面白い歴史ですよね。もう一つ、日本のクリスマスパーティーに絶対に欠かせないものがありますよね。クリスマスケーキですね。真っ白な生クリームの上に赤いイチゴが乗っているショートケーキが定番です。ヨーロッパではシュトーレンやブッシュデノエルを食べますが、日本の主流はイチゴのショートケーキです。これも日本独自な文化なんですよね。白と赤の組み合わせが日本のお祝いの色である紅白だからだそうです。縁起がいい色なんですね。ケーキを食べてお腹がいっぱいになった後は、パーティーのメインイベント、プレゼント交換の時間ですよね。これも盛り上がりますよね。みんなで予算を決めて、それぞれ小さなプレゼントを持ち寄るゲームです。1000円以内などのルールを決めることが多いですね。みんなで輪になって座って音楽を流します。そしてクリスマスの音楽に合わせて自分の持っているプレゼントを隣の人にどんどん回していくんですよね。そうです。そして音楽が急にストップした時に自分の手元にあるプレゼントがもらえるというルールです。何が当たるか最後までわからないのでとてもドキドキしますよね。拓也さんはどんなものをもらったことがありますか？私はおしゃれなコーヒーカップを用意したんですが、当たったのは変な顔がプリントされた靴下でした。ふふふ、それは笑ってしまいますね。プレゼント交換にはそういう笑いを取るための受け狙いも多いですから。はい、実用的ではないけれど、その場にいる全員が大笑いできたので良い思い出になりました。誰がもらっても嬉しいものを選ぶのは難しいですが、その悩む時間もクリスマスの楽しみの一つですね。美味しいチキンとケーキを食べてプレゼント交換で笑い合う。これが日本の定番のクリスマスパーティーです。リスナーの皆さんも、もし日本で冬を過ごす機会があれば、ぜひ友達とチキンを湯焼きして楽しんでみてくださいね。さて、今日のカフェはそろそろ閉店の時間ですね。今日のホームパーティーのお話もとても面白かったです。うさぎさん、今日も美味しいコーヒーをごちそうさまでした。こちらこそ、いつもご来店ありがとうございます。それでは皆さん、また次回のうさぎちゃんの日本語カフェでお会いしましょう。さようなら。